どうじゃ。入れてますか？いけそうですか？竹津さんちら。チャン様いらっしゃい。いけるいけそう。やっぱツイッチくんはね、楽ないんすわ。あれか、もう YouTube から乗り換えるか。ツイッチで収益を目指し始めるか。いやなんかさ、こんなに YouTube 調子悪いとなんか嫌になっちゃうよな。見れてます。 OK。 じゃあ本日はツイッチでやってアーカイブを YouTube にぶち込む方式でいきましょう。で、今日は気合を入れて捨てたこちらのお茶なんですけど、これ白飛びしていくか。この前チャンさんからいただきました霧と晴れ、これ入れてみました。ルサンチャスいらっしゃい。セオさん、これね、まだ飲んでないんだよ。まだ飲んでないんだけど、香りがめちゃくちゃいい。香りがめちゃくちゃいい。すごいね、ほうじ茶の香りがね、ブワーってする。早速いただきたいと思います。いただきます。乾杯。おいしい。おいしい。ほっとするわ。あ、でもね、飲み下した後にね、また香りがふわーってまた鼻に抜ける感じあるわ。で、この香りね、確かに牛乳で割ってもいけそうな感じある。次回は牛乳で割ってみたいと思います。いや、すげえほっとする。ありがとう。あ、うまっ。はい。ということで、まあもう結論はね、上に書いてあるんだけど、クソ楽しかった。どちゃクソ楽しかった。いや、これもともと、エボジャパンっていう、まあ、ストリートファイター6の大会が、まあ、全世界大会みたいのが日本であるんですよ。これが、前の年やってるのに、参加できなくて、いやー、一回ちょっと参加してみたかったなーって思って、いや、2025が、もしジャパンであるんだったら、いや、これは見ようと思っていたら、2025がジャパンであるじゃないですか。なんか聞いたところによるとあれ毎年あんの。毎年日本で開催されるらしく、2025は絶対行くぞってめっちゃ一人で意気込んでいたらですね、コメント欄にいる瀬尾さんがおう行かねえみたいなことで誘ってくれまして、いやこれもう一人でも参戦絶対するぞと思ったら、いや瀬尾さん来てくれんだったらそりゃ行くだろうって思ったら、チャンさんも来てくれることになって、なんと3人で参加してきました。で、まあツイッチにはサムネがないんだけど、 YouTube の方にはサムネも書かせてもらった通り、ヤギはその全世界大会って誰でも参加できるわけよ。誰でも参加できる。だからエントリーさえしてしまえば誰でもその世界大会にエントリーして戦うことができるんだけどどっかの VTuber はいや俺なんかが全世界大会なんてひよってしまって結局エントリーはしてません。なのでヤギは現地で観戦してうわーってやっただけなんだけど、瀬尾さんはこう1日目から我らがザンギフでエントリーしていたらしく、1日目の朝10時だっけ、朝9時だか朝10時からかなんか、もう本当に超朝早くから我らが筋肉瀬尾さんは頑張って戦っていたらしいわ。で一発目があまりにもきつい組み合わせであまりにもきつい組み合わせで、組み合わせはさすがに、いやでも瀬尾さんならワンチャン、いや瀬尾さんだったらダルシムをやっつけてくれって、いや勝ちましたね。素晴らしい。いや本当にさ、1戦目見たかったわ。あれってなんかアーカイブ置いてないんですかね、予選の。さすがに一人一人アーカイブは取ってないか。でもあれじゃない？でも違うか、瀬尾さんのアカウントでやったとかいうわけでもないから、結局はあれか。
結局は瀬尾さんの戦いを見ることができないのか。10時からだから平日の朝の電車に乗っていったなんかパンパンだったらしいじゃん。ヒロプリアプリアヒロさんかな。ヒロさんではこんばんはいらっしゃい、来てくれてありがとう。パルさんもこんにいらっしゃい、来てくれてありがとう。知り合いに動画撮ってもらうとかはできるんだけど俺はしなかった。瀬尾さんのさ2日目はやったんよ。2日目はヤギも動画撮ったんよ。だから2日目のやつはヒロさんだよね。そうだよね。嬉しいやったー。いや来てくれてありがとう。いや行ってきたんですよ、エボジャパンに。いや絶対行ってみたいと思って、もういろんなもう格ゲーの祭典にね一度は行ってみたいと思ってこのオタク行ってきました。そう相手がね初戦ダルシムだったらしいんよ。瀬尾さんお前残機相手にダルシムってとか思ったんだけど下して1日目に瀬尾さんが勝ってくれないとヤギは2日目からの参戦だったんで1日目行けなかったんよ、普通に仕事で。だから土日は2日目から参戦しようと思って。そしたら瀬尾さんもさヤギに応援されるためには1日目を勝ち上がらなきゃいけないんですよもう絶対に2日目に来いよって言ったらなんとダルシムを下して2日目に上がってきてくれて、瀬尾さんが。いやこれはもう瀬尾さんが2日目に来いよって言ったその約束を果たしたんだから、ヤギはもう瀬尾さんを応援するという約束を、男と男の約束を果たさないといけないと思って。分かった瀬尾さん、ヤギは応援しに行くよ。ちなみに瀬尾さんって何時からだろう。9時、朝の9時と思って朝の9時って。ちなみにヤギは岐阜県に住んでるんですけど、日本のねど真ん中なんだね、岐阜県ってね。そこから一旦名古屋に出て、名古屋から東京に行って、東京からさらにその東京ビッグサイトに向かうまでのまあまあな距離と時間があって、始発に乗ってギリ間に合うかなみたいな感じだったんですよ。いやでもなんか入場を考えると、そう10時じゃん。でも入場を考えるともう9時ぐらいから並んでおかないと、現地行ってうわーって言ったらもう瀬尾さんの試合が終わってたとか言ったら何のために行ったんだってなるじゃん。からもうヤギはね0回戦を勝ち抜くべく、もうそれはアラームをつけてそれはアラームをつけて、うわ絶対に起きるんだっつって、4時半起きでしたね。でも4時半にさアラームをかけるじゃん。4時半にアラームをかけると間違いなくヤギは4時半に起きれないので、でも4時半に起きないとやばいっていうのは分かってて、朝4時と4時半にアラームをセットして、いやダブルアラームだったらどっちかで起きるだろうって思って寝るじゃん。おやすみっつって、朝4時にアラームが鳴るじゃん。でうお起きるぞって思ったんだけど、でもよく考えたら4時半にもアラームセットしてるなと思って寝るじゃんであれ2回目のアラームが来ないな。そろそろ2回目のアラームが来てもいいんだけどな。おかしいな。パッて見るじゃん。4時40分ぐらいじゃんってなってそこで寝ちゃうからうわーってなって起きるじゃん。で4時40分ぐらいで大丈夫、ヤギも気合い入れたら大丈夫、5時半に家を出ればいいね。5時半に家を出ればいいから、ヤギも気合い入れればあと50分ぐらいで支度ができるんだと思って、なんかこうタオルをバーって取って、シャワー浴びていこうと思ってタオルバーって取って、なんかこう着替えとかバーって取って、よし今から風呂に入るぞって思ったら、傍らにねヤギがこのエボジャパンに持っていく、2泊3日だったから、スーツケースが置いてあるわけなんですよ。空っぽの二度見したよね。スーツケースに何も詰めてないと思ってってなって、もう速攻でシャワーをブワーって浴びて、もうその後の着替えとかも適当にバーって詰め込んで、もう前日になんで準備しなかったんですかっていう話なんだけど、バッタバタしながら家を出て、
もうマリオカートみたいな感じで近くの駅までうわー走って、なんとか間に合ったんですよ。0回戦は勝ち上がったんです、ヤギ。ありがとうございます。で、0回戦を勝ち上がって、その後は、新幹線だし、乗り換えとかもそんなに多くないから、いや、これは0回戦勝ったぞと思って、で、ちょっと降りてきちゃった。やっぱりこれからザンギエフを応援しに行くわけなんですよ。我らがザンギエフ使いとしては。ザンギエフを応援しに行くのに、ザンギエフのグッズを何も持ってないっていうのは、やっぱりちょっと聖地に赴くにあたって、まずいなと思って、なんかザンギエフ関連の何かが欲しかったんだよ。で、思った時に、やけアップルウォッチをつけてて、で、アップルウォッチにそうだ、ザンギエフを仕込もうと思って、そのザンギエフの壁紙が欲しくてこのヤギが私的に利用するためだけのアップルウォッチの壁紙にちょっとザンギエフを仕込みたくて、なんかいいザンギエフの画像ないかなと思って、こうツイッターの海をですね、ザンギエフとか言って、なんか素敵なイラストがあったらちょっと聖地に赴くためにここにザンギエフのなんかイラストをこう壁紙にする程度だったら許されるかなと思って、なんかツイッターに素敵なザンギエフ置いてないかなと思って、ツイッターでザンギエフって検索して、なんかこう調べてたら、とあるアカウントがですね、ザンギエフの絵を描いててめちゃめちゃ可愛いやつを。で、なんかこれからエボジャパンに向かわれる方、ザンギエフ使いを応援してますみたいな。頑張れ僕らのレッドサイクロンみたいなのを書いてあって、うわ、めちゃめちゃ可愛いと思って。これにしようと思ったんだけど、でもその時ふとよぎるんよ。壁紙とはいえ、確かにヤギの個人的な都合で、別になんかどうするわけでもないけど、ただ壁紙に使用するにあたっても、勝手に使うとまずいかと思って、そこでヤギは一回立ち止まって、いや、これは多分良くないと思って。でも、素敵なザンギエフの画像を見つけたから、いや、これはもうファボリッツしようみたいな。ファボリッツして、頑張れ僕らのレッドサイクロンみたいなこと書いて、っていうことが一旦あったんですよ。で、なんかめちゃくちゃ可愛いザンギエフだし、アカウントもフォローしたいと思って、アカウントをフォローして。で、結局、ヤギはじゃあこのアップルウォッチに何を仕込んでいったんだいっていうと、知ってる人は知ってると思うんだけど、LINE スタンプがあるんだよね、スト6の。スト6の LINE スタンプの中に、ザンギエフの LINE スタンプがあって、俺と回らないかって言って、すごいキラキラの目をしたザンギエフがいるんですけど、俺と回らないからスタンプをスクショ撮って、それをアップルウォッチに仕込んで、で、俺と回らないかのザンギエフのキラキラの目のあれで現地参戦しました。で、なんか結構スムーズに会場には入れて、なんか10時って聞いてたんだけど、割と早かった。9時半くらいに入れたのかな。で、ステオさんとも合流して。いや、でもね、会場の熱気がマジですごかった、あれ。もうね、写真とかさ、動画とか撮ったんですよ。撮ったんだけど、もう途中から、そのイベントに参加するのが楽しくなっちゃって、写真もね、おろそかに動画もわざわざね、今、これを映してるカメラがあるんですけど、こういうなんかスティックタイプのさ、カメラがあんの。こういう感じの。あれを持って行って、うわー、現地の動画をめっちゃいっぱい撮るんだって思ったんだけど、撮った動画2個だけ。もっと動画回せよって思うんだけど、結局、もうイベントになんかかぶりついちゃって、なんか3日目、特に3日目は、スト6のファイナルって決勝戦がやってたんだけど、もう決勝戦とかもう絶対に動画回すべきだったのに、もう何にも撮ってなくて。うわ、すげえ、あちーとか言いながら応援してたら、イベント終わっちゃいましたね。いや、本当にね、現地参戦はすべき。やっぱスト6を好きな人は、一回ね、現地参戦はね、やっとくべき。マジで。これね、ヤギも、ちょっとどうしようかなって思ったんですよ。いや、別に、スト6好きだけど、そんな強いわけでもないし、その世界大会とか行っても、YouTube とかでアーカイブも配信されるだろうし、別にねって思ってたんだけど、いや、でもこれはね、現地参戦すべきです。もう100言い切る。
あれは楽しい。YouTube のアーカイブでは、まあ、R さんとかハメコさんの実況はついてるよ。実況はついてるけど、会場のね、熱狂具合は入ってないんですよ、アーカイブには。多分、きっと。あれは楽しかった。なんか差し返しが決まったりとか、すごい逆転を見せたりとかした時に、うわーとかってなるわけ。サッカースタジアムみたいな。うわーとかなるわけ。なんかエドのドリームとかが決まるとさ、うわーいうわーいとかってみんなに言うわけ。あれはね、現地参戦した楽しみだと思うな。そう、ルーキーどころかね、未プレイでも参加ができるから、もうとりあえずね、参加しとくべきだと思った。ヤギもね、日和らずにやればよかった。めっちゃやってみたかった。やっぱね、人が戦ってるの見ると、うわー、やりてーって思うんだよね。スト6よく知らなくても楽しかったし、泣いてる小林さんを見てグッときた。いや、小林さん。いや、小林さんもね、我々ザンギエフにね、希望の光を見せてくれた。いや、ほんとにマジで。ほんとにマジで。いや、小林さんっていう、まあ、スト6のプロプレイヤーがいるんですけど、まあ、3日目の最終戦ファイナルまで上がってきて、もう我らが愛すべきザンギエフで戦ってくれたんだけど、いや、本当にね、本当に見せてくれて、これはね、もうね、なんとも言えない、もうマジで、多分アーカイブを見ても、その小林さんのめちゃくちゃ熱い試合を確認することはできると思うんだけど、会場の熱気がやばくて、特にザンギエフって、結構ティアでは上の方に最近はいるのかもしれないけど、でもやっぱり大会向きかって言われるとそんなにめっちゃ強いキャラクターでもなくて、それをやっぱり苦しいところから一発逆転でひっくり返したりとかすると、やっぱあれがザンギエフの花だなって思う。いや、差し返しがうまかった。小足からの差し返しが意味わかんないぐらいうまかった。そんなに入るって思った。なんで初日から来なかったの？いや、だって仕事だったっつったじゃん。金曜日は仕事なんよ。いや、それ月曜日は有給取ったよ。いや、でもね、次回はちょっとなんか金曜日参加したいなっていう気持ちも出てきたな。ちなみに時間が早すぎるとかだったら、一定期間変更受付、そんなんあるんだ。ちょっと朝早くはさすがに無理なんで、なんかもうちょっと後にしてくださいみたいなこともできんだ。へえ。いや、それができるんだったら、なんかちょっとありだな。そういうのも、さすがにさ、例えば金曜日の前の全泊もう木曜全泊とか言い始めると、木金土日で月曜日は絶対死んでて仕事どころじゃないから、木金土日月とか言い始めるとさすがにクビかなって思うんで。そう、あとね、絶対パイプ椅子で見るべき。マジですごかった。ちょっと舐めてたんですけど、いや、これはね、もうマジでヤギが舐めてた。3日目の、スト6ファイナルの時、人がすごくて、東京ビッグサイトのくっそ広い会場、人でみっちみちで、なんかエグゼクティブシートかなんかっていうなんか名前の観戦用のライブでいうアリーナ席みたいなのがあって、そこはなんかパイプ椅子で座って見れるの。まあもちろん有料でお金かかっちゃうんだけど、でそこを取ればよかったんだけど、当時ヤギはだいぶ舐めてて、まあでも正直それは観戦するための席を抑えるほどじゃなくないみたいな、まあまあそれなりにいい値段するしみたいな、まあ別に立ってみてても楽しめればいいじゃんと思ってたんですよ。思ってた。でもね、これね、マジで言っとく。これからもしエボジ参加されたりとか最終戦見たいみたいな人がもしいたら、絶対に買え。絶対に買え。理由はね、主に2つある。マリコさんごめんなさい。来てくれてありがとう。エボジェの参加してきましたっていう配信やってます。主に2つある。1つは、単純にしんどい。なんて言うんだろう。こう、チュンにごめんね。エボジャパンのステージだとするじゃん。一旦ここをエボジャパンのステージ会場だとしてよ。で、
まあここがまあ壇上ステージがあって、ここでファイナルをやると。でその前方のここら辺がなんかこうなんちゃらシートで、まあ、パイプ椅子とかがあって、でここで座って見れるよというのがあって、でその後ろからずーっとここまで立ち見なのね。なんだけど立ち見の席があるじゃん。立ち見の席がムッチムチでミッチミチのムッチムチで、もう人がもう肩と肩なんてもうバチバチ触れ合ってるぐらいのミッチミチの列がブワーってここからずっと続いてて、でヤギたちが見たのはこのすっげえ後ろの方だったの。単純にしんどい。ファイナルが5時間か6時間ぐらいのね、5時間か6時間をここ立ちっぱは死ぬ腰がブレイキンすると思う、さすがに。いやでもだがしかし一瞬だった。マジで一瞬だった。なんかね、どんどんファイナルの試合がこう入れ替わり立ち替わり、このステージの中で行われるんだけど、うわーとか言ってたら5時間経っただから本当に時間は一瞬なんだけど、でも間違いなく足と腰にダメージはくるのがしんどかったっていう話と、もう一つ理由があって、ここね聞こえない。いやもちろんこのステージ上ではR さんとかがマイク使って「やってみましょう」みたいなこと言ってるんだけど、めっちゃでかいじゃん、このエボジャパンのステージが。めっちゃでかいじゃん。すげえ反響すんのよ。いろんなところでモワモワ反響して、なんか喋ってるなってことはわかるんだけど、いまいち聞き取りにくい、こんな後ろにいると。だからなんかこうその臨場感を味わうことはできるんだけど、何言ってるかがよく分かりにくかったなみたいなのが今回ちょっと感想として悔しかったんで、そう考えたらこのエグゼクティブシートみたいな、このちょっと有料席を取った方がなんかこう選手の顔も見れるし、その実況とかも聞けるし、絶対にね取った方がいいと思う。これをねヤギ来年行くときは絶対取ります。ここしんどかったし絶対座ってみた方が楽だし。そう、立ち見めっちゃしんどかった。あとねヒルさん、熱気がめちゃくちゃやばくて、熱気はやばい。これね来年来る人絶対に半袖で来て、絶対に半袖。めっちゃくちゃ暑い。なんか外は結構風が強くて、なんならちょっと羽織がいるぐらいちょっと寒かったんだけど、中に入った瞬間この会場内にもう無数の PS5 と、あとゲーセン用の筐体とか、なんかすっごいでかいディスプレイとか、なんかこうグッズショップとかが並んでんので、もうねすごい、もうそこら中のなんかこう PC 熱と PS5 熱と、あと人体から発せられる熱とがあって、もうめちゃくちゃ暑くて、長袖じゃ生きていけません。長袖は無理です半袖でもクソ暑くて、なんかめっちゃ水とか飲んでた。絶対に半袖で来た方がいい。コミケクもなんかね、ヤギも写真で見たけど上をあんまり見てなかったから実際あったかどうか知んないけど、いやでもあってもおかしくない。本当にめちゃめちゃすごい熱気だった。うちわ配られて助かった。もう本当にさ、もうずっとうちわ仰いでたもんね、チャンさんとか。めちゃくちゃ暑いから、本当にマジでね、軽装で来た方がいいと思います。特に今年まだそんなに真夏日とかじゃなくて、そんなに暑くないのに、もうメッセの中バカ暑かったから、絶対に半袖がいいと思う。そして3日目の決勝戦を見たいんだったら絶対に取った方がいい。2日目とかはガラガラだった。2日目のこの観戦席とかは全然ガラガラで、やっぱり3日目の最終日ファイナルみたいなのはもうパンパンだった。もう人がパンパン。絶対に取った方がゆっくり見れると思う。そして皆さん、これはねヤギから熱く警告しておきたいんだけど、
あのね、コントローラーを持っていった方がいい。これはね、本当にヤギからね、きつく警告したいんだけど、コントローラーを絶対に持っていってください。いや、スト6なんか、俺はやらないと。言う人は別にいい。別にいいんだけど、やっぱフリープレイ席があるわけよ。なんか現地で俺より強いやつに会いに行くみたいな、なんかその場でいろんな人と戦えるスペースがさ、あるわけ。で、なんかプレイステーション5がバーン並んで、なんか自由に戦ってくださいみたいなスペースがあるんだけど、あるんだよ。あるんだけど、コントローラーが置いてないんよ。プレイステーション5の機械しか置いてないんよ。で、コントローラーはもちろんお前らファイターなら持ってきたよなみたいな感じになってるわけ。あ、ひなたさんごめんなさい。来てくれてありがとう。で、ヤギはね、コントローラーはあるんですよ。コントローラーはあるの。でもこれは、プレイステーションでは使えないんですよ。これね、ヤギパソコン勢で、パソコンでずっとプレイしてるから、パソコンでしか使えないコントローラーなの、これ。ヤギが仮にこれを会場に持って行っても使えないわけ。プレイステーション5が並んでて。で、コントローラーもないし、なんかすごい試合を見るじゃん。うわー、チーみたいな。うわーみたいなのを見た後はやっぱね、やりたくなるんよ。うわー、やりてー。俺もスト6やりてーってなるわけ。モチベーションがね、めちゃめちゃ高まっていくわけよ。その時にコントローラーがない。その時にコントローラーがない。本当にね、これはすっげー悔しかった。やっぱりさ、いや、勝てないと思うよ。その場にいたプレイヤーめちゃめちゃうまかったから。でもやっぱりそういうお祭りに来たからにはさ、やってみたいじゃん。しかも激アツの試合を見た後だからさ、うわーってなって、これめっちゃ悔しかったね。だからコントローラー、だからスト6プレイヤーは絶対にコントローラー持ってってください。悔しい。本当に悔しい。そう、遠征用のアケコン、まあもしこういうガチャガチャタイプのアケコンを持ってる人とかは、まあ結構かさばってでかいから、ねえ、瀬尾さんなんかずっとさ、アケコンをさ、この本当に本格的なすっごいクソでかいアケコンをずっと持ち歩いてたけど、あれはね、確かにしんどそう。肩砕けそう。でもなんかこう、あるじゃん。ちょっとちっちゃめのやつとか。まあ、ヤギなんかはパッド勢だから、まあこういう感じのやつとか。だったら、もう全然ね、持ってった方がいい。もうヤギなんか現地で買おうかと思ったもんね。もうあと一歩間違ったら買ってたからオクタとかね。オクタプロをね、あと一歩間違ったらヤギは買ってましたよ。うちの子は PC と PS 対応だけどでけえんだよ。でかいのはね、まあこれは本当に生の声は瀬尾さんから聞いた方がいいけど、バカでかいのは肩を壊しますきっと。あれをずっとね持ち歩いてなきゃいけないっていうのはしんどいと思う。だからといってさ、自分の大事なアケコンをさ、どっかにポンって置いておくわけにいかないじゃん。もうずっと肩から下げててね、瀬尾さんはね苦しそうだったよ。だからなんかこうちょっと軽めなやつを持っとくと遠征用にはいいかもしれない。なんかね、いやでかいし、まあ観戦するだけだから別にいいかって思うじゃん。観戦するだけじゃ終われないから、本当にめちゃくちゃやりたかったもん。はちゃめちゃやりたかった。バカでかいまではいかないけど、でも結局アケコンってこんなんじゃん。だからやっぱりさ、こんなん持ち歩けないわけよ。プレステ対応パッドを買うか。私も Xbox、 あ、 Xbox 使いがいる。やったー。ヤギはね、この Xbox 配置がめっちゃやりやすくて、かつヤギはね背面がないとダメなんですよ。背面にインパクトとパリー仕込んでるから、ヤギはねこの背面がないとインパクトもパリーもできないボーイになってしまうので、背面があって Xbox 配置のプレステ5で使えるやつが欲しいんだけどないんよ。
Xbox 配置でなんかみんながめっちゃいいぞって言ってるのってエリコン2とからしいんだけど、でもエリコン2も結局プレステ5で使えないから、なんだっけ、コンバーターだっけ、なんかこうなんか消しゴムみたいなあれをなんかこうバスって刺さなきゃいけないらしくて、いやーでも Xbox 配置になれたらプレステ配置やりにくいよね。アケコン用のケースも欲しくなってくるな。いや、アケコン、だって裸で持って歩けないからさ。だから瀬尾さんはなんかこう、ナップサックみたいなやつに入れてたけど、なんか専用のケースとかね。いや、わかるよ。わかる。だってヤギはさ、こういうなんかガジェットが大好きなタイプの VTuber だから、こういうコントローラーとかね、よだれが出るぐらい欲しいんもういっぱい欲しいぐらい。いやー、しかもさ、現地に、なんかこう、今後発売する予定のコントローラーですみたいなのがさ、並んでたわけ。めちゃめちゃかっこよくて。で、オクタ、プロじゃない、多分、普通のオクタで、なんかこの、天面デザイン、この上のデザインが、なんか各スト6のキャラクターになってるやつとかがあって、残機ももちろんあるんですよ。うわー欲しい、オクタかみたいな。でもオクタはね、背面ボタンないんだよな。オクタプロじゃないとなくて、今んとこ、この子もさ、結構歴戦の選手なわけ。この子も結構歴戦の選手だから、そろそろちょっと変えてもいいなとは思うんだけど、次買い替えるならエリコン2か、エリコン2か、PS 配置にするんだったらデュアルエッジか、デュアルセンスエッジか。いやでもここで回しやすくなって、ここが一番回しやすいんだよな。 PS も Xbox も持ってます。素晴らしい。ひなたさん、スト6をやろうもうそれはね、ストリートファイターの素質がある。ストリートファイター6をやろう。私も背面設定して、だよね。そう、やっぱね、ヤギはね、右がパリーなんですよ。右がパリーで、左がインパクトなんだけど、もう、ここじゃないと、キャンセルラッシュできないわけ。もう、なんか同時押しとかでキャンセルラッシュ走れない体になっちゃったから、もうここじゃないと無理。エレナの私有とかできました。エレナの私有がね、バカクソ並んでて、当たり前なんだけど、すごいよ。もうこんな列になってて、いや、さすがにあれに並ぶのめんどくさいなと思ってやらなかったんですけど、ちょっと、遊んでないけど隙間から覗いた感じ、バカクソ足投げ。リーチ半端ない。竹継さんなんかを絶対にエレナ使うじゃん。あれはね、相当遠くから殴れそうな感じだったよ。中距離キャラっぽい。なんかパッと見エドの中継ぐらい殴れんじゃねえかって思った。デザインの展示あったのノルマだったっけ。なんかもうかっこいいコントローラーがいっぱいあったよ。なんならビクトリックスとかも置いてて、ビクトリックスめっちゃかっこいいじゃん。デザインがすごい好きで、すっげえ高いんだけどビクトリックスとか多分4万円ぐらいするコントローラーなんだけど、あんなん買えないんですけど、いやでもなんかああいうのを見てさ、実際にちょっと手に取ってみてさ、うわかっこいい、パーツの交換ができるんだってよみたいな。しかもさ、何やったっけな、なんかね、このコントローラーのここら辺が森って取れるやつがあって、ここの中森って取ると、中に重りとかを仕込んで、なんかコントローラーの重さも自由自在みたいな、なんかいろいろあったんすよ。かっこよかったんですよ。そういや、なんやかんやでスト6やり始めた。パルンさー、何使いですか？何使い始めました？めでてスト6デビューはめでて、みんなスト6をやれ、みんなスト6をやれ。や今よちよち白ヤギ杯をね、開催したいっていう夢があるから。エンナ中足ラッシュがない。いやでもあんなリーチあって中足ラッシュはないと思う。さすがにすげえ足長かったよ。あれで中足ラッシュあるって言われたらちょっとやばいかもしれない。ラッシュ中足とかはあると思うけど、中足からは多分走れない。今ヤギさんにお見せしたいものを鋭意制作中。それから検討するかも。めっちゃ楽しみにしてる。
あえて何かは聞かないね。いやでも本当に、あ、そうなんかこういろんな話をしたじゃないですか。あ、モダン剣多分別のイケメンに変えます。いやー、イケメンはね、世界を救うんでね、いろんなイケメンが取り揃えられてますから、スト6。ザンギエフとか、ザンギエフとか、ザンギエフとか、まあ、一周回ってザンギエフとか、もうたくさんのイケメンがいるスト6なんで、もうぜひザンギエフを使ってください。いや、でもマジで始めたばっかりの人は、もう全然モダンでいいと思う。ボタンをバーって連打してるだけですげえかっこいい必殺技まで出るんで、それやってみて、もうちょっとかっこいいなって思ったら、なんかちょっとクラシックもやってみようかなとか、やってみてもいいかも。酒飲むとも、ジェイミー使いが来るぞ。モダンジェイミーですか？来た来た。バキバキ、板チョコバレンタインだ。バキバキ腹筋板チョコバレンタインが来る。ザンギとか、ギエフとか、ザンギエフ。まあ、彼、元ギエフですからね。ヤギさんはカラフルぐるぐるザンギ T シャツ買いました。よくぞ聞いてくれました。本当に欲しかったんですよ。もうそのセリフから分かる通り買えなかったんですね。で、やっぱさ、エボに行ったからにはグッズが欲しいじゃん。から、うわ、カラフルザンギ T シャツが売ってると思って、わーって言ったらソールドアウトって書いてあって。悔しい。2日目のね、割とまだ午前中とかに見たはずなんだけど、もうない。もうない。で、あれも欲しかったんよ。事前情報をね、仕入れてたんです。エボーって書いてある、青い四角形みたいな、エボのマークがあるじゃん。エボのマークがついてる黒い T シャツとかもあって、いや、これはさすがに欲しいなって思ったんですけど、それも売り切れで、もう悔しかった、マジで。でもやっぱりさ、来たからには絶対にエボ関連のグッズが欲しいと思うじゃないですか。買ってきました。まずこれからいくか。まずこれから。いや、これめっちゃデザイン好きだったんだよね。じゃん。すごい良くない？エボジャパン2025。この刺繍、これマグネットらしいんだけど、なんかマグネットでこうペンってくっつくタイプの。2025エボジャパンって言って、コントローラーとアケコンと、あと東京ビッグサイトの絵がついてて、いや、デザインめちゃめちゃかっこいいと思って、いや、これめっちゃ欲しかったよね。強いて言えば、このデザインが背中に入ったワイシャツみたいなやつもあったんですよ。いや、めちゃめちゃかっこいいと思って、これが背中にバーンって入ってて、うわ、すげえかっこいいって思ったら、1万5000円ぐらいしたんだよね。ってなって。わー、すごいかっこいい。もう絶対にこれか。ってなって。でもこのデザインはめっちゃ好きだったんよ。このデザインはめっちゃ好きだったんで、これは、別途買いました。さすがにね、背中にバカデカ刺繍が入ってると、1万5000円とか超えてきたんだよね。これは、買おうと。せっかくだから出すか。そう、ジャパンならではのデザイン良くない？これ。超かっこいい。めためたかっこいい、これ。ジャパン2025。マグネットです。これ1個目ね。2つ目。でん。バケハですね。これね、ヤギ、よくさ、日頃、なんかこう、髪のセットするのめんどくせえな、みたいな。なんか外に出るときね、髪のセットするのめんどくせえな、帽子かぶるか、みたいな。ガボーってかぶるバケハがあるんですけど、バケハが売ってて、バケハ売ってんじゃんと思って。しかもこれもね、またね、刺繍がかっこいいっすわ。エボジャパンって書いてあるじゃないですか。これがね、またワンポイントの刺繍でかっこよくて、で、黒のバケハなんて何本あってもいいじゃないですか。もう黒のバケハなんて何本あってもいいですからね、ということで、これ買いました。これがまたね、ヤギって結構頭がでっかいというか、なんか帽子買うときに、
うわ、なんかちっちゃいなこの帽子って思うことよくあるんですけど、これフリーサイズだけど全然いけた。頭でっかい髪朗報エボジャパンバケハ、ね、あえてね白オンリーでねこうバッて書いてあるのがね、また黒と白のモノトーンでかっこいいんすわ。なんでもいいじゃん。しかもさ、このくらいのワンポイントだったらさ、オタクっぽくなくないいや、知ってる人はさ、あ、エボ行ってきたんだって分かるデザインだけど、なんかパッと見、あ、なんかそういう感じのブランドなのかなみたいな。で、ワンチャン思わせるくらいの、おしゃれオタクグッズ。エボに行ってきたことを思い出にしつつも、普段使いも余裕でいける。もう今後めちゃめちゃお世話になるであろうエボジャパンパキャー。これですね。でもさ、違うじゃん。でもやっぱ違うわけよ。わかるよ。バケハもいい。バケハもいいし、刺繍マグネットええやん。めっちゃデザインええやん。違うんよ。やっぱりイベントに行ったら T シャツが欲しいんよ。その現地に行ってきましたみたいな感があるグッズって言うとやっぱ T シャツじゃん。まあ、T シャツか、まあ、例えばタオルとかさ、あるじゃん。やっぱ T シャツなんよ。買ってきました T シャツ。ちょっと待って。基本帽子が小さくて入らないため。あ、でもヤギもマジで頭でかいためなの。基本帽子小さくて入らないためだけど、もうこれ救われるよマジで。いけるいけるいける。エボのロゴのやつは売り切れてたんですけど、わかるかな。エボジャパン2025って書いたこのタイアップしてる漫画があるんだけど、この漫画タイアップのこのロゴのやつ、エボジャパン2025って言って、これもね、いやこれでも全然お土産だなと思って。実際ヤギはこれを最終日に着て練り歩きました。いやこれはもう絶対パリピグッズとしてこれを着て練り歩くしかねえと思って、そうハイスコアがある。2日目に買って、で3日目はこれを着ていこうと思って。いやめちゃめちゃいい。しかもね見てくださいよ、これね表だけじゃないんです、デザインが。これめっちゃ良くない？だ今回スト6の以外にもいろんな格ゲーの大会が同時に行われてて、グラブルとかギルギアとか KOF ストリートファイター鉄拳とかまだあるんよ。でここはもう本当に1-on-1だから本当に1対1で戦うやつなんだけど、 5on5 もあってチーム戦がもうサードストライクとかバーチャとか、これわかんないんだけどクーペレーションカップとかビートトライブカップ、ここら辺はちょっとわかんないんだけど、まあなんかチーム戦の格ゲー大会とかも一緒にやってて、そのさまざまな大会をやってたんだよ、2025年5月9日から5月11日に東京ビッグサイトでっていう T シャツなんですね。これめちゃごめん、しわくちゃなのはごめん、まだ当日着てそのまんま出してるからごめん、洗濯とかしてない、ちょっとごめん、汗臭いかもしれないけど配信上では汗臭くないんだよっていう。配信上では汗臭さは乗らないんだよっていうあれで出してるけど、これめっちゃデザイン好きで、まあ、ヤギたちはねここを見てきたんですけど、でも実際 KOF とか鉄拳とか、あと大会はやってなかったけど画廊のブースとかがあって格ゲーやりたくなっちゃったよね。いや個人的にはね鉄拳 KOF はちょっと手出してみたい。ギルギアを持ってんだよね。ギルギア持ってる。鉄拳 KOF はちょっと手出してみたいなと。特に鉄拳 3D 格ゲーはあんまやったことなくて、この鉄拳とかは結構興味がある。まあもちろんスト6はやるんだけどっていう意味でもなんかいろんな格ゲー、まあ、それこそハンターハンターの格ゲーとか、あと何だったっけ、鬼滅の刃の格ゲーとか、なんかスーパーロボット対戦みたいな、なんかロボットの格ゲーとか、なんかいろんな格ゲーが出てて、うわこんな格ゲーあるんだっつっていろんなブースを回ってるだけで楽しかった。
う格ゲーオタクは回ってるだけで楽しいぞ。こんなコントローラーとか見てさ、これが最新のやつなんですね。しかもさ、こうコントローラーがあるじゃん。まあお値段は高いよ。なんか2万いくらぐらいするコントローラーだったけど、 XBOX 形式でこうあるじゃん。もう持った感じがちょっとずっしり重くて高級感があって、ここにディスプレイがついてて、なんかボタンの設定とか、なんかこう操作の感度とかを全部ここのディスプレイだけで完結できるみたいな設定をここでいじって、なんかもうちょっと感度をこうしてボタン配置をこうしてみたいなのをここでやれちゃうから、持ってった先で例えばパソコンがないとこいつの設定ができないとかいうことがないんですよみたいなのもあって、欲しいとか思いながら一歩とどまりましたけど、めちゃくちゃかっこよかった。デザインすげえ好きだ。ちょっと待って、チラシがあるわ。ごめん、くっちゃくちゃでごめん。くっちゃくちゃでほんと申し訳ない。これレボリューション X アンリミテッドってもうめちゃめちゃかっこいいコントローラーあって、 XBOX 配置なんだけど、これがまあもちろん背面ボタンもあるんですよ。でこれ光るんよでかつここのディスプレイでなんかいろんな設定を細かくやれて、でさっき言ったさ、バカって外してなんか重りをつけれるよとか言ってたらもうこのコントローラーで、いやめちゃめちゃかっこいいんだよね。なんかジャイロとかもできるから、なんかこうスプラトゥーン的ななんかこういう操作もできるし、まあもちろんゲーミング仕様だからもう遅延なんてめちゃめちゃ少ないっていう、もうめっちゃくちゃかっこよくて、すげえかっこよくないこれもうね、ゲーマーオタク心をくすぐられるね、めちゃいいデザインだった。ただプレステ5では使えないんよ。 PC か XBOX 用の。そう、これめっちゃかっこよかった。好評予約受付中で7月10日から発売だそうです。それのなんかこう先行実機テストみたいな触らせてもらったけど、むちゃむちゃかっこよかった。ちょっと欲しいまである。これマジでちょっと欲しいまである。だからなんかこう、検討しますねってチラシ持って帰ってきちゃったこれめっちゃかっこよかった。本当にね、格ゲー勢はね、言って損はないよ。楽しかった。あとコスプレ、これね、格ゲーの大会もさバーってたくさんあったんだけど、コスプレの大会もあって、その格ゲーのキャラクターたちのいろんな格ゲーのキャラクターたちのコスプレをしてた人たちがやっぱりなんか予選みたいなのがあって勝ち上がってきてて、2日目のラストだったっけなにそのコスプレイヤーファイナルみたいな、全部で何人だ、8人ぐらいいるなんか最終壇上コスプレイヤーみたいな、そうなんかね大会があったのよ、コスプレに。でそこのコスプレイヤーの大会で優勝した人は次回のエボ、全世界いろんなところでエボって開かれてるんですけど、そのどこラスベガスとどっかなんかのどれか1個にご招待みたいなのがあって、うわーなんか航空チケットまでもらえるみたいな、すげえ大会があるんだコスプレにって思って、コスプレイヤーさんの大会とかも実際ステージで見てきたんだけど、すごい本当にすごい。これはもう本当にね、もうすごい本物マジで本物がいた。知らないキャラクターが1人だけいたんだけど、あとは全員分かったんだけど、フランス、シンガポール、ラスベガスか、もうねマジで本物。びっくりした。画面から出てきたんですかみたいな。しかもなんかアピールタイムとかがあって、この衣装のどういうところを頑張って作られたんですかとか、実はこの衣装自作で自作みたいななんかすごいいっぱいの布を一つにまとめてこうふんわり感を出してみたいな本当にねすごい。いや本当に自作レイヤーさんばっかりだった。このなんかこうやっぱ自分の推しのこういうところを細部まで作り込みたくて、すごいなんか衣装の細かいところまでみたいな、すごい本当に。ステージ上がるのめっちゃ大変そうなあれねすごい昔の格ゲーなんだけど、ヴァンパイアっていうシリーズがあって、そのヴァンパイアのシリーズからフランケンシュタインみたいな、すごいザンギみたいな筋肉ムキムキのフランケンシュタインみたいな
人もコスプレイヤーさんでいたんだけど、それは自分の肉体じゃなくて、もう本当に被り物で、ザ被り物で完全再現した人がいて、もう筋肉バッキバキの、もう本当にゴーレムみたいなガタイで出てきて、うわすげえ本物だとか思ったら、前が全く見えないみたいで前が見えない、足元が見えないで要介護だったのね。からなんかスタッフさんとか、その他の参加者さんとかになんか腕を引かれながら、こっちだよみたいなことをされながら、なんか壇上に上がってる。いやでも本当にね、ディスコードサーバー、ヤギのディスコードサーバーにそのコスプレイヤーさんたちの写真とかめちゃめちゃ撮ってあげてるんですけど、本当にマジで本物、本当にマジで本物だった。でかつその優勝者が今回はスト6のマノンのアウトフィット2、こうドフラミンゴみたいなすごい羽をいっぱいつけたマノンの人が優勝してました。ラスベガスに行くとか言って、うわーすげえ。コスプレを見るだけでも楽しかった。そう、なんかヤギも知らなかったの、コスプレの大会があるとか。だから本当に格ゲーの試合を見に行くっていうのをメインで、瀬尾さんの応援をするっていうのがメインで行ったはずなんだけど、いやコスプレイヤーさんの大会があるんだと思って、普通にめっちゃ楽しかった。そう、全然行く予定なかったんだけど、はるかに面白かったね。そう、マノンレイヤーさんが金メダルかけてるってやばいなと思ってなんかこう、マノンには金メダルが似合いますねとかコメントされてて、うわー、マノンが金メダル。個人的にはね、秋のレイヤーがすごかった。秋レイヤーやばかったよ、あれ。なんか観客投票システムがあるんだったら、秋に入れたかった。秋も、アウトフィット2か ?2 だよね。そう、秋のアウトフィット2で、赤いドレスみたいなので、出てた人がいたんだけど、本当にマジで本物だった。だから爪とかも自分で自作されてて、しかも特徴的な髪型、あれもなんかウィッグで完全再現して、すごいと思って。そんなことできるんですか？ゆりさん、ごめんいらっしゃい。今帰りです。うわ、お疲れ。夢の国から夢の国から現実の世界へお疲れ様。いや、アキレイヤーやばかったね、マジで。個人的にはアキレイヤーめっちゃ推したかった。そう、もう顔からなんかこう勝利画面とかのポージングとかもやってたんだけど、もうマジで本物だった。すげえ、なんか公式が用意されたなんか公式レイヤーさんなのかなって思うぐらいめちゃめちゃクオリティ高かった。マジ画面からだった。で、ヤギはそのコスプレイヤーさんの大会、もちろん見たんですけど、個人でコスプレされてる方もちょっと勇気を出して前捨てしようと思って、よかったらちょっと写真撮ってもいいですかみたいな感じで何人か撮らせていただいたんですけど、覚えてますか皆さん。キュルキュルちょっと記憶を巻き戻していただいて、いや、ヤギってなんかこうアップルウォッチのここら辺の画面にザンギの絵が欲しくてみたいなくだりやったじゃないですか。なんか素敵なザンギのイラストを描いてくれてた人がいて、その人のイラストを使おうかなと思ったんで、さすがにちょっと無駄しようかなって思ったキュルキュル巻き戻してくだりあるじゃないですか。くだりで、フォローしたのね。そしたらフォロー返してくれて、で、なんかこうエボジャパンなんかこう楽しんでくださいみたいな、なんか違うな、なんかこうフォローありがとうございますか、フォローありがとうございますみたいな感じで、いやいや、なんか素敵なザンギのイラストかっこよかったですみたいなリポート飛ばしちゃった。もう本当にエボジャパンに行く初日にそんなやり取りをしたそのイラストレーターさんがいらっしゃって、でそれを一旦ちょっと置いておいて、その最終日3日目ねに、なんかこう、いや個人でやってるイラストちゃう、個人でやってるレイヤーさんもちょっと前捨てして写真撮りたいなと思って、でそう思ってた矢先にジュリが通りかかったんよ。で、おジュリがいると思って、いやちょっとごめん、ジュリ写真撮らせてもらうわと思って、いやすいません、ちょっとよかったらお写真いいんですか、いいですよとかって快諾していただいて、
で、なんかちょっと開けたところで、なんかジュリの写真撮らせてもらって、うわ記念やと思って、なんかこう写真パシャッと撮らせてもらって、ありがとうございましたとか言って、そのジュリの人とバイバイして別れて、で、その後、決勝戦とかを見て、見てた後なんだけど、ツイッターのリプに、その、ザンギエフのイラスト描いてくれた人が、ヤギにリプをくれて、すいません。もしかしたらさっき、ジュリのコスプレを撮ってましたみたいな。What? と思って。はいみたいな。撮ってましたみたいな。やっぱりそうだったんですねみたいな。そのジュリのコスプレをしてたのは、私の友達でみたいな。友達でみたいな。確かにジュリのコスプレをしてた時に荷物預かるねみたいな感じで横で持ってた人いたなと思って、もしかして荷物とか持ってた人ですかとか言って、そうですとか言ってみたいな、お話ししてみたかったですとかいうことがありました。いや奇跡すぎるマジで。だってさ、すごいよ。エボジャパン何人来てると思ってんのマジで。いやヤギもさ、ちょっと格ゲーの友達とかできたらいいなみたいな、エボジャパンで新しく友達できねえかなみたいなことを思って、ツイッターで X でエボジャパンの T シャツを着てます。で、このチュンリーのふわたまのぬいぐるみをカバンにつけてますみたいな。多分このセットはいたらヤギですみたいなことをツイッターで書いてたんですよ。でね、これはね、多分ね、見てほしい。実際にツイッター見たら、ヤギもリツイートしてるんですけど、いや、マジで奇跡だった。ちょっと待ってね。エボであった奇跡的すれ違い。このまん丸な人がザンギ書いてくれた人なんですけど、写真いいですかって言ったのか。ジュリコスしてた友達でみたいな。チュンリーのふわたま、いやでもチュンリーのふわたまつけてる人なんて他に、エボってめっちゃ人おるねんみたいな。わからん、どうしよう。でも V やってる方らし声かけていいのか。エボの T シャツ着てるけどまだわからんやろみたいな、すごい心の葛藤があったらしくて。で、悩みに悩んだ挙句、なんかジュリとコスプレ撮ってましたみたいな文章を送ることになるのであったみたいな、レポ漫画を書いていただきまして。いや、しかもめちゃめちゃ配慮していただいてて、VTuber をやってる方だったので、なんかオフでなんかこう大会とか見に来てて、なんかジュリーのコスプレとか撮ってましたみたいなリプしちゃったんですけど、いやなんか失礼だったらごめんなさいみたいな、すごいその V の事情を組んでくれて、めちゃめちゃ優しい人だったんだけど、みんな大体知ってると思うけど、この VTuber おかしいじゃん。普通はそうなんよな。VTuber がオフでなんかこう今日はエボジェに来ましたみたいな。いや、そしたらなんかこういろいろとおもんばからなきゃいけないかもしれないんだけど、この VTuber ちょっとおかしいじゃん、頭が。頭のネジが3本ぐらい外れた VTuber で、これ DM でも書いたんだけど、この VTuber 非常に特殊で、今回のエボジャパンもリスナーと一緒に来てるんですよみたいな。だから全然気にしなくていいです、漫画嬉しいですみたいな感じで、そうレポ漫画まで書いていただいてありがとうございました。この場をお借りして。しかもそのザンギのイラスト描いてくれたザンギの素敵なイラスト描いてるその人もザンギエフ使いということで、いや世の中攻めえなみたいな。やはりザンギエフ使いは惹かれ合うのだみたいな。ジョジョみたいなことを思ってました。そう、持ち物と服装まで。いやでもさ、全然あり得るじゃん。だってエボジャパンの T シャツ着てる人なんてもう無限にいるし、そのエボジャパンのイベントらしい。で、別にチュンリーのふわたまなんかこれ現地にも売ってんのよ。現地にもグッズ販売してて、だからいくらでも買えるし、だからこのセットなんて多分ね、ヤギ以外にも実際いたかもしんない。っ
っていうことを考えると、ほんまにこいつなんか、本当にこいつなんか白ヤギさんですかとか言って外した時の恥ずかしさないじゃん。白ヤギって何ですかみたいな感じになるじゃん。だからね、慎重になる気持ちもわかる。いやでもなんか素敵な奇跡だったなと思って、格ゲーの神様がくれた奇跡だなと思って個人的にはめちゃくちゃ嬉しかった。でそんなレポ漫画をさ書いてくれたじゃん。でみんなも多分うわ面白いみたいな感じでファボリツしてくれたと思うんだけど、その中でやっぱりなんかこうザンギエフ使いとかからなんか反応もらったりとかして、うわこの人もザンギ使いなんやみたいなザンギの輪がねちょっとね広がった素敵なご縁でした。本当にね、実際にヤギが行ったのは土曜の朝から、日曜のファイナルまで見て、で月曜日はだらだら飯食って帰ったみたいな感じなんですけど、この3日間が本当にねマジで一瞬だった。一瞬で解けたこの土日月。ヤギにとって体感は3時間ぐらいだった。本当に3日間もいたのみたいな2泊3日したとは思えないくらいのマジで本当に一瞬の出来事だった。で一つねおすすめがある。もしこれを見て聞いて、うわーエーボジャパンいいな、俺も私もちょっとスト6かじって来年のエーボジャパンワンチャンあるなみたいなことを思ってくれた皆さん、おすすめのホテルがあります東京ベイ有明ワシントンホテルって言うんですけど、ヤギ今回ここのホテル泊まったんですよ。文句ない、マジで文句ない。もう東京ビッグサイトから徒歩3分ぐらいの超目の前にあるホテルを取ったんだけど、この自堕落で朝弱くてそんななんかこう朝ダラダラしてしまう白ヤギがですね、なんと徒歩3分で会場に着くすごい。3日目のファイナルがスト6で、スト6のファイナルが昼の1時からの予定だったから、お昼の1時ぐらいにダラダラ行くかって思ってたんですよ。でお昼の1時ぐらいにダラダラ行くかって思うと、ヤギはだいたい12時半ぐらいまで寝るんよでそこからうわー行くかとか言って、結局当日もすごいダラダラして行ったんだけど、めちゃめちゃ早く着いて、だって徒歩3分だから遅刻しようがないんよ。ただヤギなんかもお昼ご飯とかを食べる余裕があったぐらいめっちゃ近い。でおすすめポイントがまだあるんよ。めっちゃ近いから例えば電車とかにラッシュで揉まれてあーとかなることがない。これめっちゃ良かった。そうすげえ近かった。2つ目、これがね普通に綺麗、大事。なんかこう近いけどいまいちなんかこうリラックスできなかったなみたいな、そんなことない。そんなこと全然ない。めちゃめちゃ綺麗、めちゃめちゃ綺麗で、シャワーヘッドがマイクロバブル導入されてましたマイクロバブル導入のシャワーヘッドがついてて、でかつヤギなんかはダブルベッドだったの。だからシングルベッドの部屋が空いてなくて、ダブルベッドの部屋でもう大の字になっても全然 OK みたいな感じのお部屋が1万5000円切るぐらい。1泊1万何千円でそんだけのホテル全然十分じゃない。かつ3つ目が飲食店、なんていうの、居酒屋とかバーとかマックやったっけな、なんかとかがホテルの中から直通で横のビルに行けて、飲食店のビルに直結してんだよね。だからホテルでお腹空いたなと思ったらホテル降りて直結して横に出ると、もうコンビニもあればマックもあるし、ココスとかあとなんか居酒屋とかいろんなのが入ったなんかこう飲食店ビルに直結で行けるみたいな。これめちゃめちゃ良かった。もう一度言います。東京ベイ有明ワシントンホテルおすすめです
実際にヤギが泊まってみて何の文句もなかった。何の文句もない。チェックインチェックアウトも超楽だった。なんかネットでさ予約すんじゃん。ネットで予約してでガラガラ引いてこうホテルの入り口つくじゃん。なんか端末があるんよ。その端末になんかこう自分の名前だか電話番号だかをピッピッピッって入れるとあなたはこの人ですねみたいな、あなたは白ヤギさんですねみたいな画面が出て OK って押すとカードキーがベッて出てきて、そんだけチェックイン秒で、しかもチェックインが昼の2時から夜の10時半ぐらいまでいつでもいいよみたいなところですげえ自由度が高かった。チェックアウトはチェックアウトでその同じ端末にそのカードキーをベーって中に入れるとありがとうございましたって出てくるだけ。ほんとそれだけ超楽。もうね、今後ヤギは東京ビッグサイトのイベントがあったら絶対に使います。いいホテルを見つけてしまいましたね。もうね、何の文句もない何の文句もない。みんなもエボジャパンに限らず、東京ビッグサイトってさよくオタクは利用するじゃないですか。いいぞ、東京ベイ有明ワシントンホテル。ちょっと早めに予約してしまえば1万何千円で1泊できるから、あれもう最高ですよ。おすすめですね。という白ヤギのエボジャパン2025でした。何度も言いますが、格ゲー勢の皆さんは絶対にコントローラーを持っていってください。プレイステーション5で使えるコントローラー必須です。どうせやらないしなってヤギも思ってたんよ。いや、今回はエントリーもしてないし、観戦だけだろうと。なんか熱い試合を見てなんかわーって盛り上がって帰るだけだろって思ったらね、わーって盛り上がったらめっちゃやりたくなってしまうんよもう人間ってそんなもん、うわーあちーみたいなったらね、うお俺もスト6やりてえみたいな気持ちになっちゃうわけ。コントローラー持っていきましょう。あと半袖で来ましょう。ホテルは有明ワシントンホテルがめっちゃおすすめです。あえて言わせてもらおう、間抜けだったないやー惜しかった。いやでもね、学んだ。もうこの痛みは忘れないこの苦しさと痛みは忘れないわ。半袖で来るのとコントローラーは持ってくる。どうせやらなくてもいいからやりたくなった時にやれないっていう苦しさ、ゲーマーがゲームしたい時にやれない苦しさ、あれを味わわせたくない。みんなに絶対にコントローラーを持ってきてください。で、飯食べれません。基本的にその東京ビッグサイトの周りにいっぱい飲食店あるんですけど、全部満席なんで、もうどこも空いてない。もうどこもみっちみちになってるんで、飯はご飯屋さんでは食べれません。なのでこれは用意しておきましょう。ヤギも結局ホテルに、そうこれもマジでありがたかった。その有明ワシントンホテルに、ヤギもさ、いやどっかの飲食店で1人ぐらい入れるやろって思ったらどこも空いてなくて、うわ積んだ、もう最悪コンビニ飯やって思ってたら、その有明ワシントンホテルの中に自販機コーナーがあって、その自販機コーナーに冷凍食品が売ってるんよ。冷凍食品お弁当みたいな。ヤギは冷凍チャーハンと冷凍唐揚げみたいなやつを買って、しかもその自販機コーナーの横に電子レンジまで置いてあるんよ。でそこで電子レンジで温めてホクホクのチャーハンと唐揚げを食べることができました。ありがとうワシントンホテルだ飯は用意しましょう。レストランで食べようっていうのはね無理です。ミーヤさんいらっしゃい、来てくれてありがとう。去年は有明 GYM、そっか、場所が違ったんだ。来年もビッグサイトの可能性、そう来年ビッグサイトの可能性あったらマジでこの情報は使えると思う。本当にね、一回参加してみないと分かんないことは多々あった。でもね、一つだけ明らかに言えるのは絶対行くべきクソ楽しかった、絶対行くべき。間違いなくミーヤルさんは来てくださいミーヤルさんは絶対にヤギと現地で握手ミーヤルさんはヤギと握手。いやー会いたかった。ミーヤルさん
サンギエフのメンバーは揃うべきだろう。あとコントローラーは絶対持ってきてください。いやでも来年はなんか参加したいな。来年はなんか参戦したくなったわ。だからやっぱりこれからもスト6愛していきたいなっていう気持ちでいっぱいになった同日月でした。なんで来なかったんですか。ミーヤルさんなんで来なかったんですか。瀬尾さんはいましたよ。ヤギもいましたよ。ミーヤルさんが来なきゃサンギエフにならんじゃないですか。いやほんと来年待ってるんでぜひ会いましょう。もう本当にね、今回は瀬尾さんなんかは実際にそのトーナメント出たし、でヤギはもともと格ゲーめっちゃ好きで、今回格ゲーのエボジャパンを見るんだって言ったし、でチャンさんなんかはもう格ゲーのこと全然分からなかったと思うんだけど、でも現地の雰囲気めちゃめちゃ楽しかったって言ってくれたので、格ゲーにちょこっとでも興味があったら来てくれ、面白いから。そしたらやったらええやん、スト6。みんなでスト6やったらええやん。教えるからちょっとマスター踏んだぐらいのやつでよかったら教えるから。なんでも白エギは大会もね開いてみたいなと思ってるんで、みんなよちよちでも構わないんでね、ストリートファイター6愛していきましょう。で、いやストリートファイター6やってみて面白かったなって思ったらまた行こうぜエボジャパン。来年みんなで。いや楽しいよスト6。格ゲーって面白いんよ。いやめっちゃ楽しかった。みんなで声出してプロの試合を応援する空気感、いやめっちゃ空気感が良かった。特にコバヤンさんっていう残儀使いを個人的にめちゃめちゃ応援してたんですけど、いやコバヤンさんが熱かった。本当になんかこうすごい苦しい試合を勝った時に自分の胸をバーンって叩いてうわーって吠えてるコバヤンさんとかを見てもう激アツだった。もうなんかこう負けちゃった時とかにさ、小林さんがメガネの人なんですけど、メガネバッて外してなんかこう目を押さえてるシーンとかもうめちゃめちゃ泣きそうになっちゃって。もうねこぼれはしなかったよ。こぼれはしなかったけど目はうるうるでした。俺は割と暇してるぞ、みんなで行くんだエボジャパンに。そう今回壇上にザンギエフがいた。しかもメナール D もザンギ出してたからね。いやすごいよ。これはね本当に現地参加したから分かることなんだけど、メナがザンギをピックして出してきた時に会場ブワーって湧いたからね。やっぱりメナはブランカで初戦出てたから、メナがザンギピックした時にうわーってなって、感じがやっぱりね現地参戦の面白さだなってめっちゃ思った。いや小林さんマジで、いや小林さんに優勝してほしかったな。ザンギ優勝見てみたかったな。 X でどんだけ荒れてもいいから。X でどんだけ荒れてもいいからザンギの優勝見てみたかったな。いやでもメラ RD もめっちゃ熱かった。結局電車とかが混むかもしれないっていうことで、その優勝インタビューとかは、配信で見ようって言って、その優勝はメラ RD わーっていうところだけ見て帰ったんですけど、ちょっとコメンタリーとかも今 X とかで流れてて、なんか梅原さんあなたを待ってますみたいなことを壇上で言ったらしいじゃないですか、メナ RD が。いや激アツじゃん、そういうのよ。やっぱねエボジャパンは熱かった。いちいち熱かったわ。エボジャパンのチャンネル配信で見たけど、すごい熱い試合なんよ。やっぱりしかもさプロとはいえやっぱりなんかコンボミスっちゃったりとか、差し返し食らっちゃったりとか、なんかいろいろあるんよ。面白かった。めちゃめちゃ面白かった。もう本当にねここになんかこうエボジャパンのアーカイブとか映しながら、いやこれよとか言いながらみんなで語り合いたいぐらいには面白かった。本当になんかエボジャパンはもちろんこれで終わってしまったんですけど、ヤギの新しい趣味が1個増えましたね。格ゲーのイベントって面白いなと思って。エボジャパン以外にもストリートファイター6っていろんな大会があるので、なんかまた観戦する機会があったら、なんかお祭り
お祭り参加企画、お祭り参加気分ぐらいで、またぜひ参加してみたいなと思いました。いや、この気持ちをね、今日別に配信の予定なかったんだけど、この気持ちを熱いうちにお届けしたかった。熱々の状態ね。熱々の状態でみんなにお伝えしたくて、今日は雑談枠を取りました。関西の方にも KGP とかあるし、来てくれてもええんやで。今年の夏ワンチャン関西行くしな。そう。この話とはまた別件なんですけど、またヤギのディスコードサーバーで、オフ会の企画を、in お盆休みを、ちょっと立てようかなと思ってまして、今度は in 関西で、ちょっと人を募ってみて、また集まりそうなら、in 関西でやれたらいいなと思ってますので、ちょっと関西のね、いろんなことを教えてくれ。関西行ったことないんだ、マジで。だからまた、開催できそうな暁には、関西リスナーの人は、たくさん関西のいいところを教えてください。KGP の話とかも、たくさんできたら嬉しいな。で、さっき、夢の国から帰ってきた人もいるみたいですが、ヤギもこの土日月と、それは幸せな、それは楽しい時間を過ごしたんですが、明日からのね、仕事なんですよね。本当に悔しい。本当に悔しい。この気持ちを胸に、ヤギはこれからスト6のランクマンを朝方までやりたいぐらいのモチベーションが今すごいある。もう今からもうスト6のランクマつけて朝方までずっとやり込んで MR 上げるくらいの気持ちがヤギにはある。なんで仕事があるんですかね。なんで明日は来るんですかね。哲学みたいな話で、なんで明日は来るんですかね。ずっと今日だったらいいの？ずっと月曜日だったらいいの？別に住んでてもいいところ、どこ聞かれたら難しいんや。ごめん、ジャパニーズがちょっと難しかった。そう、明日なんて来なかったら、ヤギはこれからずっとランクマを回すのに。ずっと夢の中にいよう。子供でいたい。ずっとトイザらスキーズ。いや、ロードワークだと。そう。ヤギだって今からランクマがしたい。けど、グギ噛み締めながら、エボジャパンの、この土曜日、日曜日、月曜日、いや、本当に幸せだった。もう格ゲーマーとして、一オタクとして本当に幸せな3日間だった。これを噛み締めて、また次回のイベント参加に向けて、ザンギエフの筋肉を鍛え上げたいなと思います。という、急遽開いたゲリラ雑談でした。明日は明日で、また、ヤギは労働に戻り、かつ、いつもの配信があります。で、明日が火曜日なんで、プロセカがありまして、火曜日終わって水曜日はまた、バイオハザードのコラボがあったりとか、ヤギもまたいつもの日常に帰っていくんですが、また毎日いろんな配信をやっていきたいなと思いますので、いや、でも本当になんかさ、格ゲーのモチベ今めっちゃあるんよ。スト6やりてえ。スト6やりてえ。マジで。なんで人生1日24時間しかないんだろうな。なんで労働なんていうものがあるんだろうな。またスト6もどっかでやるんで。あいつこんなにエボジャパン楽しいとか言っておきながらスト6の配信ねえじゃねえかよって言われちゃうんで。すげえやりたい。またそれも改めて告知をさせていただきますので、また明日からいつもの白ヤギをどうぞよろしくお願いいたしますということで、本日は以上、本ヤギでした。バイバイおやすみ。明日からの労働を噛み締めて頑張ろうな。